バーボーン。水道橋に用水してた自動ポンプを解体したりしてなんとか資材をかき集め開発を続けた我らがビーバー。そしてこの町のビーバー増殖の限界に挑むために新立体農場の建設も進行中。さあ最後の戦いを始めるぞー。で48サイクル目初日、進捗状況はこんな感じでございます。土台は完成済み、あとは農場の完成を待つばかり。さて建材確保のためにここも土砂で作り直しますか。メイン貯水湖の湧き水。でも堤防を崩すと汚水器用の下水に綺麗な水が流れちゃうので一旦塞いで下準備します。メイン貯水全部抜くのはさすがにやばい。貯水湖の湧き水は2箇所あるのでこちらも同様に処理しました。前回の家の自動化実験で使った家をビーバー増殖にそのまま使おうとしたけど、道が一マスずれてて悩んでるのず。めんどくせえ、道のずれなぞ気にせず、ここにがっつり家を作る準備するどう。A 型の方に怒られそうな適当建設。途中で L 字に曲げて拡張するのでここの風車は撤去でーす。動力は有り余ってるので資材に戻して再利用。ああ？今日花火大会だったの忘れてた。つかそこ連射の設定外し忘れてるぞ。まあ今更なのでよし。適当だな。そういえば前回最後に8000だったタンクの貯水が4000になったとマリサが言ってたけど、字幕通りの4万の誤りでした。台本を読み間違えました。焼き土下座で謝罪申し上げます。あとやらかしで水没させちゃった地下農園は乾いて復活。大した被害なく済んだぜ。カッサカサになってた汚水施設周りの用水路も災害明け4日で満水になりました。一安心。貯水湖の改修工事、水門を貯水バルブに変更して密閉する方式にバージョンアップ。今まで密閉されてなかったので、水道橋などから揚水されて水位が最大になるとここから多分漏れてた。お前ら、ひっまそうやなー。細かい仕事ばかりだったがこっからは大規模工事の始まりだ。整地をしてここにタワマンを建てるぞ。すでにビーバー多すぎで画面ガックガクだから、家建てる前に基礎工事を先に進めような。あいよ。てなわけで家を建てる位置を確認しつつ設計を開始。家の位置さえ決まっちまえば、あとは足場ダブルで積み上げるだけな簡単なお仕事。さあ最終回にふさわしい巨大建設だ。みんな気合を入れて取り掛かるのだ。ビーバー、ややづらー。とりあえず、こんな感じでおなしゃーす。これに家追加したら数千ビーバー住めそうだ。工事完了、足場を解体せよ。ただいま鉄が不足中、少しは回収できるかな？鉄はこっそり増産してて、そのおかげで新立体農場も少しずつ稼働し始めております。現状は食料倉庫はいっぱい、これが本気出すのはビーバーが大量繁殖してからだぜ。鳥間残りの突出部建設に使う鉄はどっかから持ってきた方がいいかもね。だな。食べないならもっと端っこに置いときなさい。不人気食品ベリー、さらに過疎地へ移動。ベリー育てても食べないんだからここも栗農園にしちゃいなさい。さらに食料増産、つかお前どれだけビーバー増やす気なんだよ。PC の限界まで。マジか。面倒くさがって前回やらなかった自動小型ポンプの揚水してる部分も追加で盛り土。鉄なくて農家が完成せず暇つぶしで追加。タワマン建設地にジップラインをちょい整備。さすがに螺旋階段だけじゃ日々の生活が不便すぎるぜ。水需要も増えても平気なようにポンプ増し増し。隙間にポンプをねじ込みまくっております。鉄不足で新立体農場の工事が止まって暇だろう。さあタワマンの通路部分を作るお仕事を与えよう。螺旋階段を何度も設計するうちに、異常な速さで作れるようになった匠の図。こんなもんコピペでビャーっとやってダーっとやるだけでできらー。こんな感じになりそうろー。ここに家全部建てたらこの世界どうなっちまうんだろう。後半に続く。おい。この前平坦化の削った場所、水位が低くて緑化が解除されちゃったので、多肉植物でごまかしときましょ。貯水タンク一気に作って組みまくった影響で、河口の水位がまだ戻らぬ模様。タワマン通路建設させてるのにまだ暇そうなビーバー。これは新しいお仕事を用意せねば。そこで思い立ったのが自動組み上げポンプの小型化への移行。旧立体農場側。これ見た目は気に入ってるけど、壊せばかなりの資材戻ってくるからね。前回の建て替えの残骸回収で味を占めた親方。てか50サイクルで終わりを目指してるから、資材集めになりふり構ってられなくなっただけ。見た目とか気にしないロックな生き様。水だばー。せっかく乾いたのにまた地下農園に水が。この程度ならすぐ乾くから大丈夫。資材拾いたい放題だー。ビーバー、ずらー。この鉄があれば新立体農場もすぐ完成できるね。だな。
新たな揚水システムを作るために川に繋がる穴を掘削だで川の方からもトンネルで穴を開けて、ここに小型自動ポンプを設置しました。揚水するための土砂タワーを遠目から見て確認中。やっぱり、だってもうそれは諦めました。繋がる部分はこんな感じで水生農家さんを拡張。現状でもガマの生産が足りてないんだよな。ではこんな感じでおなしゃーす。今回で最終回なのに結構ごつい建設開始。まあ数日あればできるでしょ。新立体農場が、完成したどう？時間停止してカメラ回転させてるのにカクついております。地区を開けないとビーバーのルート検索で重くなるらしいよ。そういうのもあるのな。それでは完成した新立体農場の裏にも、ビーバー繁殖用のタワマンを作るぞー。ビーバー増えすぎると重くなるのでまずは足場だけ開始。だがその日の夕方には8割完成してたけん。上からぶん投げ工法ってわけでもないのにこの速さは予想外だったよ。幸福度高いビーバーの仕事はマジで早いな。そして測量ついでに建てた家によりビーバーがこっそり増えて無職が増えたので、止めてたパン屋などに割り当て。時代はビーバー余りの世界へ。お前ら、ひっまそうやなー。こらビーバーをなじるな。資材案だからお前のさじ加減次第だろうが。家を大量に建てるにはたくさんの丸太が必要。今は丸太待ち状態なんだよ。多くの成長は時間がかかるから、もう丸太の無駄遣いができる状況じゃねえって感じか。でもビーバーを暇させるのもあれなんで、貯水湖周りの緑地に農場を建設してもらうことにしました。維持でも無職を減らしたいという謎の抵抗。大規模な農園だけど遠いから生産効率は悪いかな？ボットだったら帰らないから通勤距離関係ないけど、生ビーバーだとこういうのちょい困るな。寒気が来るぞー。寒気6日が到来。貯水はやや満水にならずくらい。で農場が即日完成したので追加の農場の建設を依頼。依頼した翌日には作付けほとんど終わっておった。これでほぼ使えそうな感じの土地は全て開発終わったかな？ビーバー大増殖への備えが整ったぜ。さて無職が溢れ返る世界になるので、今まで意図的に減らしてた建物の作業者の上限をマックスに変更。水生農家さんは2軒建てて、収穫優先と作付け優先で1匹ずつとか細かい設定を地味にやってた模様。めっちゃ農家さん増えたし、これならかなりの数のビーバーを養えるはず。隣に見える貯水湖も換気中だろうとご覧の通りの貯水量。これはこの後が楽しみだぜ。小型自動ポンプ1機じゃ足りないかなと思い追加でもう1機追加。揚水された水は水生農家さんのところ通った後、水道橋に繋がるから勢いないと水車回らねえんだわ。そしてパワーアップした影響で思いのほか早く水が来てしまい、水だばー。ポンプを止めろよこのおバカ。で無事小型の揚水システムが完成しました。あれ？なんかガマが金色になってね。蜂の巣の影響範囲がなんかバグって一部表示されてるみたい。なお再起動したら治ったので黄金のガマを食べる機会はなかった。お次はここを堤防で塞ぐ工事も終わったので、古い自動ポンプも撤去するぞー。立体農場の功労者よ今までありがとう。資材に戻ってタワマンへと生まれ変わるのだー。さあ最後の戦いの始まりだ。瓦礫をかき集めて繁栄の象徴、タワマンを建設するのだー。めり込みビーバー、ずらー。現在のビーバーの数は1300匹、こっから限界までビーバーを増やすぞー。などと意気込んで建設を始めたところで、工事の欠陥が発覚。こっからラストスパートって時にめっちゃやらかしとるやないかーい。丸1日気づかなかったため、地下農園が完全に水没してしまいました。最後まで安定のやらかしエマージェンシー、至急貯水バルブを閉じよ。しかし遅すぎた初動。こりゃ完全にすぐ乾くってレベルじゃないねー。エンディングの時水没してたらさすがにダサいぞ。てなわけでかなり無理やりだけど自動組み上げポンプを設置して排水することにしました。だがこれではまだ解決には至らない。そうなの？貯水バルブ閉めただけじゃあかんかった。水道橋の方から開いた穴に逆流しとった気づくの遅すぎ、結果地下農園が冠水する大惨事となってしまい、自動組み上げポンプも2機体制に変更。地味に処理が大変な惨事になっちまった。いのー、ちの水。やらかしの対応であわわしてる間に、最後のサイクル49サイクル目に突入。さあこっからはビーバーフィーバータイム、好きなだけちょめって子孫を繁栄させるのだー。ちょめるの回帰員、梅よ増やせよ地に道よ。こんな感じになりそうろー。エレベーターのない、ノスタルジーを感じる昭和の団地。
さあ昭和バブルを彷彿とさせる巨大な団地を建設して、ビーバー数を一気に増やせ。ビーバーバブルの黄金期。さて水路の漏れの修繕の様子は、また花火のこと忘れやがって、このビーバー脳が。まあ今回は上空からの見下ろし視点でスターマインを見るってことでお許しをば。しっかり見たいという方はお手数ですが過去動画からご視聴くださいませ。手間取ったけどやっと排水作業が開始しました。大変だったけどなんとか復興できそうだ。さて新立体農場裏もタワマン建設開始ださあ最終的には一体どれだけ増えるかな。暇ビーバーも溢れ返ってるので隙間にグリルなども追加。こっからは食料と水の残量も注視しないとだな。ギリッギリの隙間にもポンプやタンクを詰め込め。さらなる準備でインフラ増強。汚水関連施設の周り、また換気の間に乾いちゃってた模様。最終回だってのにまだ治水の微調整完璧じゃないのかよ。てなわけで川から自動で給水されるようにトンネル掘って貯水バルブで調整しました。変に乾くと農業にも影響出ちゃうぜ。一晩で100匹以上増えるビーバー。すでに総数1800オーバー、このサイクル中にどこまで増えるのやら。激しい生命の営み。さらなる高みを目指すならもっと水が必要になるかなと思い、ここの風車も撤去してタンクにしちゃいましょ。解体することで資材も増えるしな。こんな感じでおなしゃーす。団地の螺旋階段とも接続することで、少しでも飲みに行きやすいように考えられた匠の優しさが垣間見える設計。追加で建設おなしゃーす。10階層追加で5件、9匹住めるからこれでさらに450匹増えるぜ。少しでも作業効率をアップしてもらうために、運搬員の拠点をねじ込み、水や食料を少しでも多く運ぶのだ。現在余裕あるっぽいしタンクさらに追加で、一気にタンクを作るとその分水を汲んじまうから湖の貯水が一気に減るかもしれんな。まあなんとかなるっしょ。つか最後のサイクルで余裕もないか。アプデで小型ポンプが壊れたー。微妙な調整にて仕様が変更、開発版の悲しい定め。小型ポンプが壊れた原因はこのポンプ前の道。前はダメだったけどこっそり可能になって、またダメになったそんな感じの仕様変更があった模様。上が崩れたとかがないので被害は軽微であります。新立体農場の小型自動ポンプもやられたので修理っと。これぐらいなら即日終わるから問題なしだな。水没復興作業のポンプが役目を終えたので撤去。でも1マス分のズルが届かず吸えなかったので、あとは自然乾燥待ち。マンションさらに拡張だー。現在2200匹、この調子なら過去にあった3000ビーバー超えられそうだぜ。タンクもさらにマシマシ。貯水も6万オーバーに。新立体農場裏のマンションもさらに拡張。資材が尽きるまで家を建てまくれー。今のところは食料も水も大丈夫だけど、まだまだ増やせー。ビーバー倉庫にも取水施設追加、今のビーバーの数なら普通に養えそうな雰囲気。板400枚使っちゃうけど絆の火鉢立てましょ。60くらいだった幸福度が少し減少傾向。こんな感じでおなしゃーす。建築基準法違反してそうな高層団地に屋上テラス、登るのに足腰鍛えられそうだな。階段こそが最高のトレーニングジム。お前、暇そうやなー。板の在庫がつきました。まあ板はなくても家は建てれるので無事マンションは完成しました。ビーバーの数も3000匹を突破。とりあえず過去の最高記録を更新だぜ。メープルペストリー以外は食料も水もいっぱい。この数のビーバーなら養っていけそうだね。だな。やることないのでここ埋めて運搬員の拠点でも作ろうかね最後の最後までビーバーを働かせようとする鬼。これが3200ビーバーの通勤ラッシュだー。通勤するだけでビーバー、ずらー。まあ通勤してないニートビーバーも1000匹いるけどね。ジップラインのハブ駅が偉いことになってんな。もう何がどうなってるのか把握するの無理っす。縦横無尽に飛び交うビーバー。引いて遠目で見るとこんな感じ処理落ちこそしてるものの当倍速ならまだ遊べそうな雰囲気。3000ビーバーした時よりも PC スペック上がってるし、まだまだやり込めそうだね。だな。でも気を抜くとメリーゴーランドが逆回転して見えるレベルで処理落ちします。普通に遊ぶのと PC の限界を遊ぶのは別世界の話であった。板はないけど建設よろしく。いや板なきゃ運搬員の拠点作れねえし。じゃあ板増産で。最後のサイクルでもその手を緩めないのがうちのレイムさんだ。水の貯水量が8万を突破1サイクルで今までの倍の量くらい水汲んだのにビーバー倉庫は貯水満タン。この数のビーバーでも水は問題なーし。歓喜が来るぞー。
で寒気が来たんだけどメイン貯水湖と河口の水位が回復しきれませんでした。何が水は問題なしだよ。一気に汲みすぎてやっぱダメそうじゃねえか。次のサイクルには回復できるよ、多分かよ。品目統計データを確認しつつビーバー増加で減少している品目を確認中。事前の予想通りメープルペストリーは高級品になっちゃったな。ガマとコウホネも生産に限りがあるから、そのうち在庫なくなると思うよ。で食料の過不足を調整するためにグリルとパン屋を増しまーし。ここは製粉工場の隣だから効率よくパンが焼けそうだ。メイン貯水湖の水位が下がりすぎて小麦が枯れてる。水の汲みすぎで農業被害発生。ありったけの小麦をパンに焼けパンと芋だけでビーバーは生きれる。ニートビーバーが2000いるので効率無視のもうやりたい放題である。噴水周りを地形ブロックでせり出して拡張。めっちゃグリルオーナシャース。グリルドポテトの大量生産、これならもっとビーバー増やせるかな？焼くのにも丸太使うから開発はここらが限界かな？一応ジャガイモ農家さんの隣にもグリル追加。産地直送の超効率良さそうな場所。干ばつ最終日、地下農園が乾いてやっと復興可能になったけど、森番が建てれず再建不可なことが判明。ここ栗農園だったのな。森番の詰め所の高さが高いのがダメなだけだ。ここは更地にして農園にするぞー。最後の最後まで食料を求める謎のこだわり。こんな感じになりそうろー。残り 0.5 日、これでこの町の開発もおしまいだぜ。お疲れ様でした。いのー、ちの水。さあ50サイクル目のビーバーの数はどうなったかな？大人ビーバーが3400匹、食料水十分に確保できております。この規模の都市で永続可能できそう、なかなかすごい町ができたな。って言いたいところだけどメイン貯水湖枯れとるやないかーい。農地の一部が枯れてるだけなので、まだビーバーを増やせるポテンシャルはあると思うよ。怪しい。では50サイクル到達したし町の様子を見ていきましょう。資源枯渇を招いた苦労したワンダーダブル建設。ほんまワンダーさんは資源食いすぎや。最後に建てたタワマンと、意外と活用されてるビーバー増港。しれっと増築完了してる運搬員の拠点、増員された運搬員が今日も街を駆け巡る。中盤に建てた湖畔の集合住宅。建物増えすぎて今では湖部分がほぼ見えない。っていうかここ水面が大きくて水蒸発するから、正直効率めっちゃ悪いんだよね。ノーマル難易度だから許されるお遊び検知いいく。集合住宅といえばこちら、最初の螺旋階段を作った集合住宅を移設したもの。初期の住宅は再開発で撤去したものの、お気に入りだったのでマイナーチェンジして再建した思い出の建物。食料生産の立役者、立体農場。基礎の部分に住宅を使う新しいスタイルを取り入れた立体構造。中が見やすいように階層ごとの高さを若干高めにしております。そのせいで生産効率若干低め。ビーバー建設本社。すべての開発を終え今後はただお座りするだけの職場になりそう。ご覧くださいこのやる気に満ち溢れた瞳を、まだまだ彼らは働く気満々だよ。そのうち勝手に開発進めそうだな。タワマン屋上で優雅にくつろぐビーバー。自称タワマンのエレベーターのない昭和ノスタルジー溢れる団地。昭和の団地、あれはあれでいいもんだよね。昨今じゃリノベも流行ってるらしいぜ。この街のランドマーク、中央の噴水、そしてマジでめんどかった花火ランチャーグーン。設定変えてバリエーション祭りを楽しみたいぜ。過労になるので堪忍してください。農場の用水システムに隠れてしまった残念な巨大工場。水道橋の支柱を使ったり色々工夫を重ねてるのに、螺旋階段を使いたいというわがままで超難航した建造物。こんなに生えてるのに後半まさかの丸太不足になった立体植林場。支柱となってる A 部分には垂直シャフトが通っており、動力が伝わるように工夫されております。屋上に製材場建てようと思ってたんだけど丸太ないから結局やりませんでした。動力繋いだ意味がねえ。ガチで生産に特化した新立体農場。さらに生産量を上げるなら水のないところで、一番下のフロアから積み重ねるとか工夫がいるな。とりあえず満足の一品です。その裏に隠れるタワマンと食料と水関連施設。それなりに凝った作りになってるのに見る方法がない哀れな建物。この町の動力源の水道橋の風車と水車。動力余りを気にしない場合を意識しただけのずらっと建造物。崖がセンシティブ農家。自動ポンプで用水してるのにまたよく書き入れてる。最後は全く映えない端っこの植林場。変に段差つけちまった影響で多肉植物を植える羽目に、これなら普通に埋めときゃよかったぜ。さてちょうど夜になったし花火を見つつ、トリプルワンダーと参りましょ。いよいよフィナーレ。
それではワンダー発動だー。で発動連打してるのに反応が来ない。世界が重くて反応が悪し。最後はバシッと決めさせてよ。くさ画面が重いので早送りワンダー。これで3機同時起動の実績も解除だぜ。製品版になってからの初めての街開発だったけど、ノーマル難易度のおかげで無茶な開発できて楽しかったねー。今回は湧き水が厄介だったな。アップでも来てるしまだまだビーバーたちとは遊べそうだぜ。それではリザルト画面を確認。生まれたビーバー7419、半分くらいが最後のサイクルで生まれてそう。あとは製造されたボットと爆散したビーバーが0くらいかな。無難な開発。当初の目標だったラッシュビーバー以外にも、伝説のパイオニアに頑張り屋の実績も解除。私はこれで満足だ、などと言うと思ったか。どうした急に、情緒不安定かよ。この街のビーバーはまだ増やせるはず。私はこの街の限界を見たいんだ。いやすでに貯水湖の端っこ枯れてるし無茶すんなよ。PC が止まるかビーバーの増殖が止まるか勝負だ。こうして勢いだけで延長戦が始まった。いやー本当は3400ビーバーが維持できてるのか怪しかったから、確認するだけのつもりだったんだけどね。最後の1サイクルだけ増やしてそれでどやるのはちょっと違うよな。でもただ見守るだけじゃつまらんのでさらにビーバー増やします。おい。そして51サイクルを無事に乗り切り、52サイクルで5000ビーバーに到達だ。もうやめて、メインの貯水湖どころかビーバー倉庫まで水が枯れてる。ちなみにタワマン裏に増築してビーバーは増やしました。新立体農場裏の家も倍近く増築された模様。しかし食用の備蓄は半減し水も1万ほど減少。3400は維持できたけど5000はさすがに無理だったね。PC は動いてるけど先に街のインフラの方が持たない結果になった。そして53サイクル目。水が枯渇し地獄絵図となった。正直ビーバー増殖を目標に街づくりしてないから、当然と言っちゃ当然の結果であります。でも5000ビーバーを維持するだけなら、下の水道橋を廃止して植林場の一部を農地にすればいけそう。湖畔の住宅への水供給停止したり細かい調整したり改良の余地はいっぱいあるよな。私が本気で改良すれば世界一ビーバーを増やせた人物になれるかも？そこまでやれたらいいドヤ顔できそうだ。で私気になって AI に聞いて確認されてる最大にビーバーを増やせた人を探したんだけど、一体何匹だったんだ？ 22,178 匹。マジで1000時間プレイオーバー、ビーバー5000匹程度で生きてすんませんでした。上には上がいるもんだな。カスタムマップでビーバーを増やすことに特化した街で、もう見事と言わざるを得ないよ。さあ共に行こう。私が最強のマップを創造し、数万のビーバーが暮らせる街を作るぞー。私の中でかの5人よりもビーバーを増やせる構想はもうできている。多分世界最高を目指せるはず。私たちの戦いはこれからだー。